こんにちは、大学の翔也です。今回はこの古くなった出窓を杉板2枚を剥ぎ合わせて底板カウンターにしてきれいにしていきたいと思います。今回の材料は杉のマサ板で作ります。この材料は 4m もんを2つに切ってこの 2m もんにしてあります。そして1枚では幅が足りないので、それを2枚剥ぎ合わせて出窓の底板洋風になりますからカウンターになりますね。カウンター台を作っていきます。材料を剥ぎ合わすときはプレーナー掛けでそのまんまを温度でつけることはしません。というのはプレーナーかけるときにどうしてもシリコンスプレーを機械にかけます。削った材料にもこのシリコンついてます。そうするとボンドで貼った時にどれだけ強力なボンド使ってもボンドがシリコンでひっつかないんです。だからそのシリコンを取るためとよりひっつくようにこの2枚を真ん中で膨らんだように作ります。そうすることで両方を締めた時に真ん中がひっついてくれます。そのために手カンナは必ずかけます。使っているボンドはクライベリットって言いましてドイツ製のウレタンボンドです。とにかくよくひっつけます。このボンドは速乾性なのでひっつけるのに仕事は急を要するんですけども、とにかくひっつきます。この2枚の木を剥ぎ合わすにはクランプ旗金で今締めています。これで締めますと温度が滑ります。だから2枚の板がずれないように、これが一番難しいです。最も大事なことはこの材料が共木で剥ぎ合わすということです。やはり兄弟で剥ぎ合わせてやらんと色合い木目一つになることはありません。最初の板を剥ぎ合わせてから30分ぐらい経ったのでこの旗金を外していきます。このボンドのいいとこは時間が短くて乾くということです。15分もあったら十分乾きます。でも少し怖いですから30分ぐらいはいつも置いてますけども、このはみ出たボンドはもうウレタンに変わっています。スポンジですね。ですからこのカッターで簡単に取ることができます。そしてその上からカンナでかけてもカンナの刃が裂けることはありません。柔らかいスポンジです。どうしてもこの2枚の板にズレができますのでカンナで粗削りしてやって、そして形を作っていきます。2枚目の板も十分乾いたので同じように加工していきます。これ今回使っている材料は杉材です。同じ杉材でも見てもらうと分かるように少しずつ色が違います。鮮やかなピンクの板もあれば少し濃い板もあります。とにかく1枚の剥ぎ板にする場合は同じ共木を使うか兄弟の材料を使うことが大事です。新しいカウンターをつけるまでに古い出窓の底板をしっかりとビスで留めていきます。カウンターはとにかく水平に置いてやりたいので、古い出窓はあちこち凸凹しています。ですから水平になるように3ミリパッキンをしたり、手前は胴縁を高さに合わせてまっすぐ止めてやってカウンター材の下地にします。そしてこのカウンターの下に 9mm ボードを下張りします。ボードを貼る理由は
サッシとの高さ調整ができます。そして何よりいいのはボンド張りの仕事にはボードが最適です。ボンドがきれいにくっついてくれます。ではカウンターを加工していきます。出窓の両側はボードの巻き込み仕上げにします。漆喰壁をサッシまで巻き込んで貼るようになります。ですから横は化粧仕事にはなりません。少しぐらいついてもボードで隠れてくれます。だから寸法は気楽に取ることができます。柱が 20mm 中へ出てるのでその部分を書いています。別にこれ書かなくても見えないのは見えないんです。でも少しでも材を伸ばしておけば体温が当たった時にでも割れてくることはかなり少なくなります。そして最大で抑えることもできます。カウンター材を貼り合わせしてみます。なかなか寸法で拾ってもこのあちこち柱がねじれているので一度にはなかなか合いません。カウンターの形は両脇に4センチから5センチここに伸ばした形で作りたいと思います。これは先ほど使ったボンドのこぼれた部分です。ただのスポンジになってます。今日は天気がいいので日向ぼっこがてらカンナを研ぎます。ではカウンター材を仕上げていきます。このサッシに当たる部分は下で逃がすように斜めに蹴ってやります。そして全体を仕上げていきます。材料は杉材ですけども正目なのでカンナ掛けは楽にできます。これで加工ができたので実際に取り付けていきます。ボンドをたっぷりと塗ってボンドだけでひっつけていくような形になります。手前の部分は動物の下葉からビスが揉めるのでビス止めします。後ろの部分はつっかい棒で押さえます。カウンターの両端は木の切れ端でビスで押さえておきます。サッシ周りの角材をつけます。最初に上の材料からつけていきます。そして両側を受けるようにして取り付けていきます。
この角材を取り付ける理由はもちろん漆喰壁の収まりもありますけども、サッシが古いタイプです。ものすごく結露します。その結露が漆喰に伝わると漆喰は変色してしまいます。だから必ず少し太めの材料を使ってサッシとの結露の縁を切ってやります。そうすることで漆喰壁を結露から守ってくれます。隣の出窓も同じように作っていきます。この現場には出窓は3箇所あります。今回はこの2箇所の出窓を見てもらいます。1日経って温度が乾いたのでつっかい棒を外していきます。そして出窓の天井の部分と壁の部分の下地をしていきます。天井部分の下地の高さをサッシから表へ持ってきます。この出窓は結構敷きかもいは狂っていますけども、全体のレベルはそう悪くありません。 2,3 ミリ程度です。だから既存の高さをそのまんま使っていきます。そして出窓の上の部分の下地は広めに入れておきます。どのようなカーテンをつけるか、ブラインドをつけるか、ロールカーテンをつけるかまだ決まっていません。だから広めに正面の下地を入れておきます。周りのボードも貼りたいので幅木を入れていきます。この幅木は杉の木材です。溝をついて上刃から床に直接ビス止めするタイプです。そうしてやれば幅木が乾燥して縮んでも床との隙間ができることはありません。壁の下地と幅木ができたので壁材を貼っていきます。まず最初に出窓の天井の部分を貼っていきます。もし出窓の天井部分にブラインド、カーテンをつける場合の下地として M クロスを貼っていきます。M クロスとは針葉樹でできた本パレみたいなものです。その上に耐火ボードと同じ紙が貼ってあります。アクも出ません。そしてボードと同じように 13mm に仕上げてあります。これを貼ることで漆喰を塗ってもその下に下地が一面におるということになります。どこへつけてもらってもピスは効きます。壁のボードも貼っていきます。出窓の側面はボードで仕上げます。
出窓の角の部分は上下に継ぎ手を通さずにできるだけ切り替えて貼ってやります。そのことで出窓の角からクラックが入ることは少なくなります。少し面倒ですけどね。これで出窓が生まれ変わりました。壁は左官さんに漆喰を塗ってもらいます。綺麗な出窓になると思います。以上、大工のしがやでした。